どうも、クーピーチャンネルです。今からこの軽キャンピングカーインディ108で車尺旅に行ってきます。自分は今旧型のインディ727に乗ってます。車尺旅で実際に使ってみて新型車との違いをお伝えします。727と108の違いについては前回の内外装編にてお伝えします。興味ある方は概要欄にリンクありますのでぜひチェックお願いします。一番気になるのがベース車両ハイゼットトラックの CVT ミッションでの走行性能アップです。前回の動画で一般走行した時そのスムーズさに驚きました。今回は高速道路を使って1泊2日の旅に出ます。そこで気になるのが80キロキープできるのか、上り坂でもパワフルに走ってくれるのか、軽キャンピングカーの弱点を克服できたのか、とても気になります。車中泊では実際にこの対面レイアウトを使ってみて使い心地を体感しお伝えします。それでは自分のインディ727から車中泊のアイテムを新型インディ108に積み込みます。はい、今回なんですけど燃費も測りたいんで車中泊で使うぐらいのお水を汲んで実際の燃費測ります。はい、積み込み完了しました。この一番収納の多いサードシートの下、ここにカメラの機材やあと扇風機、シュラフですね、枕も入れてます。そしてセカンドシートの後ろ側、ここがね結構スペースあったんで他の車中泊のアイテム入れてます。今のところこの一番使いやすい上の収納ですね、ここには何も入れてません。ティッシュとかまた使いながら入れていって使い勝手を確かめます。それでは安全運転で行ってきます。まずはガソリン入れて燃費計測します。そしてその後コンビニで買い出ししたいと思います。インディ給油の位置は変わってないですね。で鍵はこのキーの裏、これを引っ張って取ります。はい、ガソリンは一番弱く握って止まったところで止めました。で帰ってきてからもその方式で満タン砲で燃費を調べます。それではトリップメーター A をリセットします。はい、コンビニ到着しました。もう軽なんで当たり前なんですけど、このサイズ感やっぱすごいですね。一番後ろに合わすと前がこんだけ開いてます。そして左右の横幅なんですけど、こっち側はあんま開いてなくて反対側はこんなにも開いてます。高さも2メーターないんで立体駐車場でも止めれます。これだったらどこでも止めれますね。ここから高速道路で1時間ぐらいのところに温泉併設の道の駅ありますのでそちら行ってみます。いやー、しかし一般道街乗りでの低速域での加速ほんと快適です。なんか速くはないんですけど少し前の古い軽自動車に乗ってるようなそのぐらいの加速です。キャンピングカーで考えたらすごいですよね。はい、それでは高速道路に入ります。お取りください。40キロで走行しているんですけど加速しますんで40キロから制限速度までベタ踏みしてみます。実際に数字で分かった方がいいと思いますんでストップウォッチでタイム計測してみます。じゃあ行きます。せーの、はい。エンジンがずっとウィーンって言ってその回転数で止まってるんで独特なんですけど一番美味しい回転数をずっとキープしてくれていたのでずっと力強く加速してくれました。あのぐらいの加速があれば大体の高速道路合流問題ないんじゃないでしょうか。
はい、今なんですけど目の前がすごい上りで途半車線出てきました。現在80キロです。でちょっと下がってきたんでアクセルを踏み足してます。でそれでも下がってきたんでさらに踏み足してます。今72、3って感じですね。80キロにはいかないですね。ずっとエンジンがうなってます。72、3キロを行き来してます。80キロで走行していて、でかなり急だったんで急に70キロまで落ちました。で僕気づかなくて、でそこからアクセル踏んでいったんですけど80キロには到達しませんでした。72、3キロをずっとキープして、もうずっとベタ踏みの状態でした。70キロと失速してから踏み込んだんで、これがもし80キロから踏み込んでいたら状況が変わっていたのかもしれません。ただ CVT かなり期待していて、ああいったきつい途半車線でも80キロキープしてくれるんじゃないかなと期待していただけに少しショックです。軽い上り具合なら問題なく80キロでもキープしてくれて加速してくれるんですけど、さっきの途半車線はちょっと今まで見た中で一番きつい途半車線やったような気がします。帰り反対方向から走りますんで、その時は80キロキープでリベンジしてみたいですね。はい、静粛性なんですけど、やっぱり80キロで走っているとロードノイズや風の音が結構入ってきます。助手席の人と話するには少し声を大きめに話さないといけないかなっていうぐらいです。ただエンジンがあるこの椅子の下に遮音シートなど貼ればかなり静粛性は高まります。はい、今日なんですけど風そんなにきつくないんですよね。なので軽く吹いてるぐらいなんですけど、この程度でしたら全然揺れません。また明日ですね、同じ高速道路走りますんで、その時に風の煽りも体感したいと思います。はい、道の駅併設の温泉に到着しました。それでは一風呂浴びてきます。閉店間際だったんで少し急いで入りました。サウナは1回だけ水風呂で整いました。日吉温泉めちゃくちゃ気持ちよかったです。海水の温泉で舐めるとしょっぱかったです。すごい珍しいですね。すぐ横にはテントが立っていてキャンプ場も併設されてるみたいです。それでは隣の道の駅の駐車場へ移動します。はい、到着しました。いや、かなり山の中で真っ暗です。街灯はところどころあります。ただ駐車場これ誰もいないですね。ちょっと夜中に到着するとやっぱり不気味ですね。それではフロントのシェードして、で今日誰もいないんでもうポップアップ上げてくつろぎます。いやー、この感じ落ち着きます。結構今エンジンの熱が上がってきて暑いんで、ポップアップの窓や下の窓は網戸にしてます。今の車内のこのテーブルの温度が 28.7 度、外気温が 28.1 度、ちょっとムシムシしますね。さあ、それでは風呂上がりのビールいただきます。今回冷蔵庫持ってきていなかったんで、コンビニで氷買ってギャレーに突っ込んでます。いただきます。いやー、しかしこの無段階でリクライニングできるソファー本当にいいな。
車内でこんなにくつろげるとは。デメリットもあるけど、この座り心地は羨ましいです。車中飯をいただきます。車内で調理して、このレイアウトでの車中飯の作りやすさなど体感したかったんですが、今回諸事情で車内調理できないのでお弁当を持ってきました。今回の撮影、車中飯作れないということを話していたら、今日の朝早く起きてお弁当を作ってくれました。助かりました。ありがとう。うわ、好きなものばっかし入れてくれてる。この卵焼きめっちゃ好きなんですよね。あと玄米、最近玄米ばっかし食べてます。それではいただきます。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。野菜も入っていて栄養バランスもよく美味しくいただきました。はあ、まさかこのポールが取れないとは。なんか時計の反対回りに回すと取れるようなんですけど、全然取れません。なんかベルトで固定しててこの原理で回せば簡単に取れるそうですが、ちょっと今それ持ってないんで、今日はもうここで寝るのを諦めます。このポップアップルーフ2階で寝ます。結構硬いんでシラフだけで痛くないか心配ですけど、もう仕方ないのでこちらで寝ます。これ純正のままついてるままベッド展開すると、この乗り降りするのがかなり細いんですね。結構自分でもギリギリです。このパネル細いところですね、これをこっち側に持ってくればまだ乗り降りしやすいと思います。まずこれを敷いて、そしてシュラフで眠ります。下から見るとこんな感じで、上の隙間はこんだけしかありません。で、下のところがこんな感じで、天井がやっぱりポップアップ板引くとちょっと低くなります。このさらに狭くなった感じもなんか秘密基地感が増してワクワクします。そしてこのポップアップ展開できる場所でしたら、こんな感じでベッドを上に作れますんで、もうこの下は何も片付けなくていける状態になります。まるでライトキャブコンのような使い方ができます。それでは歯磨きなどを済まして、もう寝る準備していきたいと思います。ポップアップルーフの板なんですけど、かなり痛そうです。結構薄いんで今回
明日の朝バキバキになってそうです。ポップアップルーフに温度計持ってきました。27.2 度ですね。そして外気温が 23.3 度。やっぱり今日そんなに風吹いてもないんで、あまり車内の温度が下がりません。少し暑いんですけど、扇風機体に当てていたらいけるかなっていう感じです。電気はここに直接触って消せます。こんな感じです。もう外の音は虫しか聞こえません。これはぐっすり眠れそうです。それではおやすみなさい。おはようございます。今朝は結構涼しくて、もう夜中扇風機って寝てました。現在気温が 27.8 度、外気温は 28.6 度です。朝は結構バイクが走っていたので、多分ツーリングコースになってるんですかね。ここがで、ところがすごい横だったんで何回も起きちゃいました。やっぱり道の駅、夜全然人いなくても朝方増えることがあるので、こういったポップアップのキャンピングカーはなかなか上げにくいですね。上げると熟睡できません。床なんですけど、やっぱり結構硬くて痛かったです。そりゃそうですよね。こんな薄い生地の毛布やシュラフじゃ痛くなります。ちゃんとしたマットが必要になります。ただそうなると軽キャンピングカーの場合はマットでまたかさばるので荷物が増えちゃうのが悩みどころです。はい、それでは外の様子と道の駅へ寄って何か食べ物あるか見てきます。それではいただきます。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。で、今車内がですね暑くなってきました。現在 28.8 度です。ちょっと汗ばんできました。外気温が 30.8 度ですね。やっぱりエアコンベンチレーターがないんで、このぐらいの温度になってくると車内にずっと温度がしんどくなってきます。それでは再出発したいと思います。行きの高速道路で登れなかった途半車線80キロキープできなかったんですけど、その時失速してから入ってしまったんで、次は80キロをキープしたままアクセル強く踏んでキープできるかリベンジしてみたいと思います。
はい、それでは高速道路に入ります。80キロの巡行に入りました。今日は風もやっぱそんなないですね。で現在2区で走行しています。でこのハイゼットトラック4区モードもあるんですけど、4区はこういった舗装された道は使えません。荒れた道や雪道などに大活躍します。ちょっと前のトラックが遅いんで追い越しかけてみます。はい、問題なくですね、今追い越していきました。少し上りだったんですけど加速してくれました。これは頼もしいですね。これ確かではないんですけど、ずっと昨日と今日運転していて感じるのが直進安定性が良くなってます。なんかもっとふらついたりとか、そしてジャンクションなどすごい傾くロールを感じるんですけど、なんか少ないような気がします。自分のインディは社外品のスタビライザーが入っていてロールにも強くなってるはずなんですけど、それと比べるとこのノーマルと変わらない気がします。もしかしたらマイナーチェンジで足回りとかも良くなってるのかもしれません。そしてですね、これここにカメラついていって車線をちょっとでもまたごうとするとレーンキープでハンドル修正してくれます。でこの辺も風の煽りとかもしふらついた時もまっすぐ走ってくれるんで、これは安心ですね。はい、ちょっと問題が発生しました。行きのきつい途半車線なんですけど反対側でした。なのでちょっと一旦降りてもう一回同じところ登ってみます。せっかくなんで検証してみます。はい、それではこの上りですね、80キロまで加速しました。じゃあこれをキープできるかやってみます。はい、もうすでに下がってきたんでもうベタ踏みです。今ベタ踏みです。それで78キロぐらいキープします。加速はしません。あ、ちょっと下がってきました。だんだん下がってきました。75、80キロキープできないのが分かりました。で現在、前の車は遅かったんで追い越しかけて60キロまで落ちたんですけど、そうなると70キロまでは回復してくれました。ただそれ以上は上がらないですね。いやー80キロダメでしたね。きつめの途半車線上り坂では70キロが限界のようです。ちょっと面白かったのは60キロに一度失速してから70キロまではゆっくり加速するんですね。ただ80キロで走行しているとじわじわ下がって70キロで落ち着くといった感じでした。それでは一旦高速道路降りて反対車線で帰ります。はい、満タン入りました。で今回高速道路走行距離が 117.3 キロで、これで記録しておきます。で場所を移動して燃費計算して最後に今回使って感じたメリットデメリットをお伝えします。いやー楽しい車中泊旅でした。2022年新型インディ108、簡単にまとめると旧型と新型、後ろのキャンパーシェルですね、ここはほとんど同じ。走行性能は CVT ミッションになったことにより街乗り快適にといった感じでした。燃費は1リッターあたり 12.6 キロ走行しました。走行距離 117.3 キロ、エアコンはつけっぱなし、街乗り1割、高速道路9割といった感じでした。高速道路の燃費は少しですが5速マニュアルの方がいいようです。前回の動画内外装編で見えたメリットデメリット以外に実際に試着してみて体感したメリットデメリットありましたのでお伝えします。これは今年のモデル限定ではないんですけど最近薄い生地に変わっています。走行中も落ちてきませんでした。自分が乗っているインディは生地分厚くてよく落ちてきます。なので柔らかいボールを押し込んで対処してます。先ほどお伝えした通りこのキャンパーシェルに関しては2022年型も来年もほとんど変わってないんですね。なので今回はこの対面レイアウトについてのメリットデメリットをお伝えします。座っていて本当にリラックスできました。好きな位置で固定できるリクライニング機能とキャンピングカーの組み合わせはこんなにもリラックスできる空間になるんですね。新しいソファ、座り心地いい分かなり分厚いので
自分が座ると頭がついてしまいました。こちら側のリクライニングは背もたれを倒せば頭つきません。ただ垂直に座ると頭つきます。自分の身長は170センチです。これ個人的なんですけど、日本人の平均だいたいこのぐらいだと思いますので、デメリットに入れさせてもらいました。ただ薄いマットに DIY すれば問題ないかなと思います。やはりこのテーブルこうやって少しぐらつきます。なのでちょっと危ないものはこちら側で調理しないといけません。ポールが動画内でも見てもらった通り走行で固着して取れませんでした。ただ他のビルダーさんで簡単に取り外しできるネジがあるので、そちらを購入すれば対処できそうです。少し暑さが和らいできたんですけど、それでもやっぱり車内は外より暑くなるんで、ベンチレーターやエアコンがないと暑かったです。暑い時期は車中泊しなければいいんですけど、やっぱりしたいですよね。特に街乗り0キロから60キロの速度域、停車からの加速もスムーズなので、信号の多い街乗りは快適でした。例えるなら10年ぐらい前のターボのない軽自動車といった感じです。うるさいけどよく走るといったイメージです。キャンピングカーでこれだけ走れば十分ですね。途半車線は70キロまでしか出ませんでした。個人的に今回のマイナーチェンジでかなり期待していたんですが、やはり上りには良かったです。ただ途半車線以外の上り坂は80キロ巡航可能です。平坦な道なら100キロ巡航も可能。高速道路だけに絞ると高速マニュアルの方がよく走る感じでした。細かいんですけど解約されていたのでデメリットに入れさせてもらいました。ここ開けると給油口がこの上の方に行っちゃいました。なのでこれ鍵もねすごい入れにくかったです。以前はもうちょっと真ん中にあったんで入れやすかったんですけど、給油は頻繁に行うのでこれは少し残念でした。そして番外編なんですけど、インディ購入考えている方にお伝えしたいことがあります。このポップアップなしでもインディを愛せる方が購入すると幸せなキャンピングカーライフを過ごせると思います。実際に所有すると意外と上げないんですよね。やはり騒音で眠れないことが多いので、静かなキャンプ場など近くにある方はいいんですが、なかなかそういった場所に月に何回も行かないと思うので、ポップアップなしでも過ごして楽しいと思う方でしたら、このキャンピングカーと長い付き合いができると思います。いやー、それにしてもこの軽キャンピングカー何回車中泊行ってもワクワクするんですよね。こんな乗り物なかなかないです。今回エアコンオプションがないとデメリットでお伝えしたんですけど、前に紹介したアトレのキャンピングカー DC12V エアコンついたようです。こちら次の動画で紹介しますので、ぜひチェックよろしくお願いします。開くことができます。こうやって上にはめます。